力。皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのぐっちです。今回は卓球注目の方よろしくお願いします。本日のテーマは最強のレシーブドライブのコツを皆さんに紹介します。実際オープン大会とか草の根の選手だとほとんどの選手が実際サーブ出てきます。台から出てきます。ワンバン出てきます。なので大体のサーブ実はレシーブドライブで攻撃できちゃったりします。実はよく見てると台からこうワンバンで出てます。ツーバンで止まってるサーブのが逆に言ったら上級者ぐらいのクラスはきっちり止まってるけど、実はワンバンでちょっと出てくるサーブが多い。それを気づかずに、チャンスなのに気づかずつっついてしまって相手に打たれてる。これじゃもったいないですよね。でワンバンで出てきたらスッとかけちゃえば一気にレシーブドライブで先手が取れるドライブ攻撃がレシーブからでできるので、その後自分のサーブからやるともうサーブでも点数取れるし、レシーブからもレシーブドライブできるしっていう感じで、勝てる可能性すんごい高くなりますので、まず手順の1つ目はですね、まずですね、レシーブドライブをする時の見極めが大事になります。やっぱりサーブはですね、サーブが台から出てくるのと出てこないやつがあります。なので出る出ないのサーブを瞬時に見極めないといけません。相手のサーブのこの台のここがちょうど真ん中のラインだとすると、真ん中よりも手前側、相手のサーブが半分より手前側の方でバウンドすると大体ワンバウンドより出てきます。それを知っておいてください。上級者の本当に強い人はこっちの手前に当てて短くするってことできちゃうんですけど、ただ初中級者一般の草の根の選手、私たちレベルでしたら大体ですね、真ん中より手前側に第一バウンドをするサーブだったら出てきます。なのでこういうサーブですね、台から下回転だろうが横回転だろうが真ん中よりこっち側で第一バウンドしてる選手は大体サーブが出てます。であとですね、短く止まってくるサーブは第一バウンドが相手のサーブの第一バウンドが結構真ん中よりちょっとネット前の方に、台の真ん中よりちょっと向こうネット寄りの方で第一バウンドをしてるときはこうやって短くなります。分かります。なんとなく分かりますね。ネット前の方にバウンドさせようとするとサーブはそーっと勢いがなくゆっくりになるので、ピタピタピタって止まるのでレシーブドライブできません。ですけど第一バウンド真ん中より手前でバウンドしてるやつはサーブに勢いが出ますので、台から出てくる可能性が非常に高いということですね。一番簡単に単純にはシンプルに誰でも分かるのは、台の中心の真ん中で線を切って、手前側でバウンドしてるときはサーブが台から出てる。だからレシーブドライブできる。チャンスボールだよっていうことと、台の手前でバウンドさせてる人はしっかり短いサーブ出してきてるよっていうことを意識してやるとうまく見極めができるのかなと思います。今度手順の2つ目はですね、レシーブドライブの大事なポイントは瞬時に足をサーブが来た位置まで動いてください。サーブが来た位置まで瞬時に動く。これが大事になります。やっぱりですね、足大事です。瞬間的にサーブがこっちバック側で長く来てレシーブドライブしようと思った時に瞬間にサッと、これがやっぱ足が遅いとレシーブドライブの威力が落ちるし安定度も下がります。かける時間がなくなっちゃうので、動かないでこうやっちゃっちゃダメです。手打ちこれ絶対ダメです。レシーブドライブは必ず足を瞬間的にそのままで素早くフォア側に長くサーブ出てきたらすぐ動く、バック側に来たら早く動く。
でこの時に早く動くポイントなんですけど、左足を瞬間的に蹴ってから右足です。左足で瞬間的に動いてから左足がまず動くんですよね。瞬間的にカッて動いてボールに近づいて、で一気にその後右足で深く入れるってことですね。回り込みする時も左足一歩を瞬間的にピッと出し、瞬間的に左足を出して右足って感じですね。左足の一歩の瞬間的な速さ、そして右足を深く入れるってやると、こうやって速いですね。だから左足の一歩、左足の瞬間的な床の蹴りの一歩を速くすると、実は右足がちゃんとついてきます。これ結構大事です。手順の3つ目はですね、このレシーブドライブの時に今足の動かし方を言ったんですけど、その時に大事なのが超引きつけてください。もうレシーブドライブはもう全部って言っていいです。ほとんどのレシーブをドライブする時はもうとにかくボールを引きつける選手がいいレシーブドライブ、そして成功する、ミスないでレシーブドライブで点数も取れるっていう感じを出すことができます。ですね、体をですねレシーブドライブで失敗するのはライジングでターンってやる人、これは余裕ある時やってください。か相手がもうあからさまにサーブがもうもろに分かる、もう上回転だとか分かるんだったらライジングでいいです。ですけどレシーブドライブって下回転のショートサーブが出てくるやつとか YG が出てくるやつとか下系とか回転が複雑なものが出てくることが多いので、なので単純にロングサーブをこうやって打つ、叩く、これだったら別にライジングで力入れずに入っちゃうんで、ライジングでパパーンってライジングでかぶせながら打てば帰るんですけど、下だったらライジングで打ったら落ちちゃいますよね、上から。なのでいろんなレシーブドライブの仮定する、その相手の下回転、ブチ切れ、下回転、ナックル、横 YG などが出てくる、こういう分かりづらい超回転が来る。でその時はもうやっぱ超引きつけるっていうことが大事になりますね。で超引きつけるレシーブドライブがもうトップ選手もみんなこれメインでやってます。超引きつけてます。で超引きつけて膝を落とします。膝を落とすことが大事なんですよね。レシーブの時はやっぱ出るかどうかまだ分からない状態なので、そこから出てきたで引きつければその間に動けばいいんです。遅れながらでもいいんです。遅れながら私もよく遅れちゃいます。レシーブドライブ遅れること多いんで、やっぱこう出ないとかやっぱあるので、出たってやつ引こうとして出たってこうなるんですよね。皆さん出たこういう風になる。だからこういう時に引きつけておけばギュッと姿勢低い状態が超スピンを生むことができます。この手順4つ目はですね、このループドライブをこうやって打球する瞬間の意識なんですけど、かけ方の意識はスピードドライブとかパワードライブのやり方はやめてください。基本超上書きスピンっていう感じでやってください。要するにイメージ的にはレシーブドライブはループドライブをするようなイメージでやるってことです。レシーブドライブイコールドン一発ドン、これはやっぱり相手がもうサーブバレバレとか浮いてるとか、あと上回転出してくるとか、それだったらドンでいいです。スピードドライブドンでいい限りだけど、下回転の切れてるのが台から出てくるとか YG が出てくるっていうの時は切れてますからね、ドンいけないです。だからどうするかっていうと、ループで超回転意識してください。超スピン、さっき言った実はじゃあさっき言った引きつけるっていうのがここにも役に立ってきます。手順さんの引きつけるっていうのはレシーブドライブ超引きつけるって言ったんですけど、それで足の動きの時間を間に合わせるっていうことを言ったんですけども、とかあとはドライブ打法をかける時間を間に合わせるって言ったんですけど、それで
さらに超引きつけることによって膝が落ちるので自然とループスイングになりやすいです。膝が落ちるので下から上っていう超スピン、スピード0、スピン10っていう状態です。遅くていいです。遅くていいです。超スピンでその時かけることによってもう皆さんお分かりだと思うんですけど、レシーブドライブって強いスピンをかけただけで結構点数になります。次相手合わせてオーバーとか合わせても次5球目チャンス、こっちがじゃあ2、4ですね。2かけて4球目でドンとかできたりとかしやすいので、でなおかつこの超スピンを意識するっていうのは何がいいかというと、相手の YG とか巻き込みとか下回転とかのこう回転が系のやつが出てきても全部上書きっていう感覚で潰すことができます。なので相手のサーブが例えば切れてる切れてないとかでレシーブドライブできないよっていう方いると思うんですけど、下回転が切れてるサーブがレシーブドライブできないとか YG が、それはこの超スピンの下から上のこすり上げる上書きドライブをやってください。超スピンガーっていう台から出てきたチャンスガーッ、瞬時に足をそこまで動かしてかける、瞬時に足をそこまで動かしてかけるっていう感じですね。瞬時にそこで足を動かしてかける、はいですね。超スピン、超上回転をかける意識すれば多少の横回転や下回転や YG 影響を受けません。なのでトップ選手とかなので私もですね、台から出てくるサーブをかけるのが得意なのは、もう相手のサーブ気にならないですね。全部超トップスピンに変えちゃってるっていうものですね。なので変にスピードを出すと下回転とか横回転の影響を受けてミスりやすいので、スピン10スピード0っていう状態、もうそんなの無理だろって思っちゃうんですけど、その意識でやるとレシーブドライブは成功しますし、相手の回転の影響も受けないし、回転で押せるから次の4球目も最高で、2球目でミスる可能性、レシーブドライブで相手がミスる可能性も高いと、メリットがたくさんあります。今度手順の5つ目はですね、レシーブドライブをするときに例えばその時にさっき超ループをすればいいってことで回転系、下回転とか横回転系を全部上書きすればいいってことだったんですけど、回転の変化はそれで大丈夫です。で大変なのが軌道の変化が大変ですよね。皆さんレシーブドライブするときに伸びるやつ、曲がるやつ、止まるやつなどあると思うんですけど、こういった時にですね、実は体の使い方でこうですね、レシーブドライブするときにこの体を実は斜めにしちゃうと、首とかをちょっと斜めにしたりとかにするとかどったりしやすいってことが分かってます。レシーブドライブしたい時に引きつけるっていうのが分かりました。でもこう頭をですねこうやって斜めにしちゃうと、そうすると曲がってくる球とか伸びてくる球とかをちょっとその距離感をミスってこうやって伸びてくる球がかどったりとか当たんないとか、フォア側に横回転出されて曲がってきて当たんないとか、首を正面に向けた状態でしっかりこうやってドライブすると回転の曲がり方とかが体が反応してちゃんと当たります。これすごいです。結構当たります、ちゃんと。今度手順の6つ目ですね。実はですね、今度はこのレシーブドライブのいいところ、私のこのレシーブドライブのめっちゃいいところ、めっちゃ点数取っているところっていうのは、超引きつける、とにかく引きつけるってことを言ったんですけど、引きつけることによって何ができるようになるかっていうと、相手の動きが見えるようになります。難しいでしょって思うんですけど、実はですね、レシーブドライブするときに実はですね、こうやって引きつけるといろんないい効果があるとも言いました。引きつけると足が瞬時にそのままで運べる時間が増えるとか、ドライブをかける時間が増えるので上書きが強くなるので威力が増す。
レシーブミスが減るっていうことだったんですけど、それにあとはですね、引きつけると若干相手が先にサーブ出した瞬間にこうちょっとですね、こう例えばフォアで行こうとするとかバックで行こうとするとか見えます。ちょっとです。あからさまにこうやって動きは出てないんですけど、サーブ出した時にちょっとですね、こう動くんですよ。ちょっと先に相手が若干動き出す。それはボールを引きつけると見えるんですよね。このまま引きつけると相手がバックでこうやりだしたなーってのが見えるんで、バックでサーブ出してバックで構え出したなーって感じでフォアにやると相手がみたいな感じになりますとかなります。なので相手の引きつけるとですね、相手の待ってる方が最後に待ちきれずにこうやって動いたりします。なのでその時に違う方にレシーブドライブをかけるだけで、私はボールスピードないんですけどノータッチをたくさんできる状態になりました。もしくはレシーブドライブでノータッチだけじゃなくて当たったとしてもこういう状態とかこういう状態とかちゃんとカウンターされない状態をたくさん作ることができました。一番簡単に単純にはシンプルに誰でも分かるのは台の中心の真ん中でストーンを切って、手前側でバウンドしてるときはサーブが出会いから出てる。だからレシーブドライブできるチャンスボールだよっていうことと、こっち台の手前でバウンドさせてる人はしっかり短いサーブ出してきてるよっていうことを意識してやるとうまく見極めができるのかなと思います。ここまで来るとサーブが出てきたサーブがちょっとでも出てきたら大チャンスということがお分かりいただけたのかなと思います。先に両サイド打てるんだって自分嬉しいな。しかも回転の影響を受けないで、しかも相手の待ってる相手が途中でちょっと動くからその瞬間に、構えてる方の逆狙えばいい。めっちゃ有利な状態で試合できますよね。そうすると格上にもチャンスあるし格下にも負けない戦いができるのかなと思います。ほとんどのオープン大会の選手はほとんどサブが出ているという事実、ほとんどサブ出てます。ワンバンで2バウンドでやってると思ってもほとんど出てる。そこを知ってもらうとこのレシーブドライブの価値っていうのは非常に高いのかなと思います。ぜひ皆さんこのレシーブドライブぜひやってみてください。ありがとうございました。最後まで動画を見ていただきありがとうございます。日本中講習会で回って卓球の楽しさを伝える普及活動、初中級者が短期で勝てる内容を日々研究し役立つものをお伝えさせてもらっています。動画の内容が良ければいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとうございました。